皆さんこんにちは。ブラックシップスの達也です。コーチの平岡です。今日は、プロに教わるウェイトリフティング第7回目ということで、本日も平岡コーチに、ウェイトリフティングを教わっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。で、今日やるのは、バックスクワットですね。練習の8割はバックスクワットでいいんじゃないかっていうぐらい大事な種目。8割ですね。で、正直もうどんなレベルになってもバックスクワットはもうやり続けなきゃならないし、ここがもうパワーの源というか、エンジン部分、ここのベースを上げることで永遠に記録が上がってきますので、ぜひ科学には300キロ、はい、で僕はあんまりスクワット強くなかったので、正直そのスクワットを語れるかどうかってすごい心配なんですけど、やっぱスクワットっていろんな方法があるし、いろんな形があるし、いろんな意識があるので、それは違うだろうって思う人もいるかもしれないですけど、とりあえずまずは最初基本的な、ウェイトリフターがやってるセットの組み方とか、意識っていうのをお伝えできればなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ギリギリの戦い、瀬戸際の攻防、数センチメーターアップはダウン、一瞬で儚い、多くは語らないから瞬きの暇な。ウェイトリフティングに限らず、スクワットっていろんなスポーツで必要だと思うんですけど、ウェイトリフティングで僕がスクワットが必要だなって思う瞬間っていうのが、セカンドプルの瞬間がすごい多くて、で逆にスクワットが充実しない時ってセカンドプルがもうめちゃくちゃ重く感じて、これスクワットやんなきゃなっていう気持ちになるので、やっぱりその爆発的なパワーの発揮の部分でバックスクワットっていうのはすごい必要と感じます。なので、基本的にはパワー重視のセットの組み方、高回数だとやっぱだんだん筋肥大とか筋持久力の方になってしまうので、もう回数はもう少なめで、なるべく重くできたら、レベルにもよるんですけど、このバウンスを使って、切り返しをスムーズに、そこから、スピードをつけて立ち上がるっていうところを意識してやりたいので、その辺を考えると3回ぐらいのセットで3回5セットですね。で大体 80% ぐらいなんですけど、 80% ぐらいがスピードが落ちずに、しかも姿勢が崩せずに、崩すことなくこなせる重量だと思うので、 80% を3回5セットで、ただやっぱ負荷としては正直その、追い込める負荷ではないと思うんですよね。でその部分をちょっとスピードの方で頑張っていただいて、スピードを出せば出すほどやっぱ体幹部とか、姿勢に関係する筋肉っていうの負担も大きくなると思うので、普通に足を追い込むっていうよりは、このスピードを落とさずにいかにスムーズにスピードを出せるかっていうところですねを意識してやってみるのがまず一つだと思います。で、この他にもやっぱその筋肥大を狙った練習方法とか結構あると思うんで、それはまた別の機会にしてもらって、今日はその僕らがやってるオーソドックスなパワーを重視した、パワー強化を重視したものを、まずは科学にやってもらいたいと思います。シュさんのトレーニングにしても速いですね。速いでしょ、速さ。そうですね。その腹圧とか思いっきり切り返しでかけてスパンと立ち上がる。よし、じゃあ、今科学にやってもらったんだけど、正直もうめっちゃうまいっすね。まず、担ぐ位置ですよね。担ぐ位置さまざまな人いるし、ただウェイトリフターはほとんどがハイバーだと思います。っていうのはやっぱその、関与する筋肉がやっぱハイバーの方が入りやすいので、っていうのはもう四頭筋にしっかり入りやすいので、ハイバーの方が、前傾した場合ハイバーだともう崩れてしまって、もう正直立てないので、前傾で、粘れないと。なので四頭筋、スピードが必要、パワーが必要になってくる。
でそのスピードで回避するってところまでスティッキングポイントというか角度的に力入んない部分っていうのが出てくるので、そこはしっかりとバウンスもしくはこのスピード立ち上がるスピードでその部分は回避して、しっかり四頭筋の方に刺激を入れると。で一応ローバーだと結構安全なスクワットで高重量も持てるし、あとやっぱしっかりとお尻とか背中とかにも刺激入るんですけど、正直最初に言ったように僕のセカンドプルのこの爆発力に変換させなきゃいけないので、その点においてはあんまり粘ったようなスクワットっていうのは、程遠い爆発力とはちょっと程遠いものになってしまって、やっぱそこを意識するためにはローバーよりハイバーにしてスピードがないと立てないっていう状況を作ってトレーニングするのが一番いいと思います。で、ハイバーといっても、担ぐ位置だいたい首の付け根と僧帽筋の上ですよね。で一応いろんな形あると思います。で胸胸郭を開くのが一番いいと思うので、そのために肘を下げたり上げたり、ここは多分人それぞれだと思いますね。例えば山本俊樹選手はもう肘上げますよね。上げた方がよりここ胸の開き意識できるって言ったので、確かにこの上げた方が意識できますね。ただ上げすぎてそのまま前に持っていかれる可能性もあるので、そこはちょっとその人の判断で、僕もちょっと上げた方が入りやすいし、上背のその背中の部分にもすごい、意識がある、持っていけるので、力入るので、若干上げた方がいいかなとは思います。で、胸張ってる状態で、股関節まっすぐ下ろしていきますね。でなるべく、前傾はしないんですけど、お尻は少し後ろに引きながらいきますね。で、かかととかかとの間に、股関節を沈み込ませるイメージでいくと、膝の負担なく下で切り返せるので、そこで、姿勢が崩れなければ、骨盤前傾が崩れなければ、バウンスが発生するというか、中殿筋大殿筋しっかりして力入れて姿勢が崩れなければ股関節付近で、バウンスさせることができるので、この形しっかり守りながらスクワットしていくと。で例えばここで前傾になってしまうともう力が逃げてしまうので、こう前傾になったりで、そもそも前傾でいったりしないように胸張って股関節をただただまっすぐ下ろしていくと。でバウンスさせるためには股関節前ですね、お尻前です。この辺を、しっかり力入れてあげると、切り返しでスピードがつくっていうことです。そういう意識でやってもらえると、そのバウンスを使ったスピードの出るスクワットっていうのが習得できるんじゃないかな。ただこれはやっぱり人によって感覚とか柔軟性によっては本当に全く跳ねないじゃんみたいなっていう人もいるし、柔らかすぎてもやっぱベタって力、そもそも一番下が力一番入んない状態人もいるので、そこはやっぱ時間がかかるところかなと思いますね。だからトップ選手においては必ずバウンスさせるようなスクワットが必要となってくるので、その辺の習熟も目指しながらスクワット強化していくのがいいかなと思います。バウンスの時って、自然と膝がちょっと内側に僕入っちゃうんですけど、いわゆるニーンって言われるでウェイトリフティング的には避けた方がいいのか、それともニーンに関して言うと、立ち上がる瞬間にやっぱ股関節押し付けるような動作で立ち上がるとすごいやっぱ立ちやすいんですよね。要は例えば下ろし下げる時に股関節ギュッてやるともうこの動きだけで止まるんですよね。ここでやっぱギュッと股関節を押し付けながらだと立ちやすいっていうのもあるので、やっぱ本能的にそっち立ちやすい立ち方になってしまうと思うので、やっぱニーンが発生する。多分自分の意識とは別で反射的な動きになってしまうと思う。でこれが悪いかどうかですね。正直ですけど、そのニーンが原因で膝痛めた人っていますどうなんですか？僕自身は膝痛めたことないんで、バンバンにしちゃうんですけど、重いのやってる時は特にそうなんだよね。でもちろんその専門家から言わせたら
ニーインして力発揮したら膝痛めるよっていうの結構よく聞くんですけど、ウェイトリフターのトレーニング動画見てもセカンドプールスクワットクリーンでキャッチして立ち上がるときって結構膝内側に入ってる選手って多いようなイメージがありますね。立つことに関してはどうでもいいというかニーインしてもまあやっぱ膝痛めるほどのニーインは良くないけど、キャッチした瞬間は絶対的にその開いてた方が姿勢がすごい取りやすいのでニーインしない方がいいと思います。バッてこうキャッチしてしゃがんだ状態っていうのはやっぱこうしっかり胸を起こして骨盤もしっかり立てないといけないので、ニーインするってことはやっぱちょっと骨盤が後傾するってことなのであんまりその状態は良くないですけど、そこから立ち上がるっていう動作においてはニーインしてもそこがダメってことは特に言えないですね。立ち上がるのが目的だからニーインしたら、危ないっていうのもあるかもしれないですけど立ちにくくなるってことはないし、立ってからまた姿勢を整えるっていう動作もあるので、ウェイトリフティングのその記録を出すためのフォームとしては別に全然、特にそこは、問題ないとは思うね。重篤な怪我になるほどのニーインがなければ絶対にニーインしちゃダメってわけじゃないので、ガラスが言った通りやっぱトップ選手でも普通にニーインしてるし、僕らからしたらそんなに危険なことではないというか、そこを直す必要があるかって言ったらそんなに。スピードを意識したスクワットじゃないですか。この力の入れ方ってスピードを意識するってことは通常のスクワットよりも立ち上がる時にめちゃくちゃ力を入れるっていう感覚ですかね。そうだね。バウンスさせようと思って例えば加工する時に加速してしまうと、例えばそのバスケットボールでこうドリブルする時で思いっきりこう跳ねさせる時って思いっきり下に打ちつけるじゃないですか。そういうイメージでバウンスさせちゃうと重量が重量なので体幹とかもものすごく崩れるので、正直下ろす時って、股関節イメージですけど股関節でこう止まる、股関節の前傾骨盤前傾かけて股関節で止まったところで体幹が崩れないように耐えると。その時に、シャフトの重さがかかってきて、ある程度重くなるとこうしなった状態になりますね。いきなりこうパッて止めるとしなると思うんで、そのしなって戻る瞬間に、思いっきり立ち上がると。でこの感覚を身につけるのがすごく難しくて、なので自分がこうバウンスさせるってよりは止めてシャフトがバウンスしたら立ち上がるっていう方が安全だし、で、その感覚が、軽い重量だとなかなかないので、そういう場合はちょっと自分でバウンスさせることはありますけど、バウンスさせてシャフトをわざとこうしならせてパンって立ち上がるようなっていうものがあるんですけど、基本的に重くなってきた時は加工した時はあんまり勢いつけない、ナチュラルなスピードというか、姿勢が崩れないスピードで下ろしていって下でパッて止まった時にしなりが発生して、その戻される時にパンってこう立つと、そういう感覚が必要なんです。その技術を身につけてくるとバーがしなって戻るタイミングっていうか、そういうのがスクワットやりながら分かってくるし、バーの種類とか多分バーの柔らかさとかしなりやすいバーとかで、例えばパワーリフティングのバーってあんまりしなりがしならないタイプだけど、山本選手みたいに300キロ超えるとやっぱしなってくる。しなってましたね、めっちゃ。で300キロ超えるとパワーリフティングのバーがちょうどいいしなりで、このウェイトリフティングのバーはパワーリフティングのバーよりちょっと柔らかいので150キロぐらいでしなり始めるので、150ぐらいからはちょっとしなりを使った立ちっていうのが可能になってくると。でその辺が使えるようになってくると、より自然にバウンスっていうのはできてくるし、そう扱う頃にはもちろん体幹の強さとか絶対向上してると思うので、あえてバウンスを発生させるっていうよりは、やっぱ筋力をこうちょっとずつこうやっぱ強くしていって向上させていって、扱う重量が重くなってきたらバウンスが発生してくるので、しなりが発生するので、それに合わせてバウンスができるような体幹とか、技術を身につけていくんじゃないかなと。そのバウンスに関してはやっぱりその初心者はやっぱそこを目的にはやらないです。中級者からやっぱ上級者にかけてやっぱ扱う重量が重くなってきた時
あとやっぱセカンドプルがやっぱより強く必要になった時にこういうスクワットが必要になってくる。あとやっぱジャークの時も同じことが言えて、まあ反則動作でこうジャークする前にこう揺らすのって反則なんですよ。やっぱここ、まあ、支えてる視点がまあ狭いとやっぱしなりやすいし、でしなってさっき言ったこのバウンスがこう使えるので、クリーンしてわざとこうしならせたままこういってしまうと相当軽くなっちゃうんで、そこは一応禁止の動作、1回静止しないといけないっていうルールが今もあると思いますのででそのぐらいやっぱバウンスの影響って大きいで、そこをまあうまく利用して、決して楽になるわけじゃないので、決して楽にはならないです。やっぱこうバウンスに耐えれる体幹部とか、まあ、股関節周りとか必要だし、でバウンスしたからといって、まあ、切り返しは少し立ちやすくなるんですけど、そこからの重さっていうのは別に変わらないので、ただスピードはやっぱつけやすいので、その勢いよく勢い殺さずに立てると、その辺がうまくこうセカンドプルに作用してくるので、そこをちゃんと狙ってクリーンとかスナッチにつながるスクワットっていうのを、まあ、ベースにやった方がいいかな。でもちろん初心者あるいはそのベースを高めたい、筋肥大させたい、大筋肉量を増やしたいって人はちょっとまた別のセットの組み方とかをしないと、正直これだけだとやっぱ伸び悩みが絶対頭打ちになってくるので、そういう時はちょっと時期を見てまた公開するとか、まあ、よくあるプログラムとかスクワットのプログラムとかちょっとやってみるのも一つかなと思います。で一応今、今日やった内容っていうのは、スクワットの記録そのものを伸ばすようなものではなくて、やっぱりそのクリーンのセカンドプルでスナッチのセカンドプルにつなげるような、スクワットなので、やっぱ僕らとしてはもうそっちがメインなので、こういうスクワットもベースに、ただやっぱその記録スクワット自体の記録を向上させるためのトレーニングもまた必要なので、それはまた次回という感じでやりましょう。楽しみです、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、第7回目の、プロに教わるウェイトリフティングということで、バックスクワット編、本日、平岡コーチから教わりました。で今回のバックスクワット編は何回かに分けて、動画を作っていきたいと思います。まあいろんなやっぱねリスクとかすごい何の種目も多分あると思うし、ただねやっぱそのマンネリ化しないように、しかも前進性を持ってやるのがトレーニングの基本なので、まあ、やっぱちょっとテーマをしっかり持って、でウェイトリフティングはやっぱりスナッチとグランドジャークなので、そこに絶対つなげていかないとならないと。でちょっとそこをもう全部意識したトレーニングを、できたらなと思います。そして価格には322キロ。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。